基本的にここら辺を中心に生活してるんで、いろんな要素のものがどんどん集まってきて、いや集まってきてって虫みたいに言わないでいいですか。これ誰かが置いてるわけですからね。どうしてここだけ局地的になっちゃったの？なんでしょうね。何フグはバカなの？いやいやここを今は使わないものを置いて、旦那がトレーニングできる部屋、ダンベルもうここにちょっと移したいです。ひどいわよあなた。頭まで寄せようとしてませんあなた。何でも寄せりゃ古型式だと思ったら大間違いです。今回の週末ビフォーアフターは2人のお子さんがいる4人家族で一軒家にお住まいのお宅に訪問してまいりましたので、まずはこちらの模様からご覧ください。どうもこんにちは。こんにちは、はじ古方です。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。あら、なんかフレッシュなカップルで。本物だ。本物ですよ。いや、可愛いお子さんもいらっしゃって。新しいです。お家。そうですね。築4年ぐらい。もうね、素敵なお家で。ね、なんかどうしたこれ。これは実家のものを今ちょっと処分してまして、ちょっと実家から持ってきたもので。あ、実家の自分のものを処分してるの？あ、いや、実家のものを処分してるんです。あ、私が？はい。それで持ってきたのこっちに。そうですね。それは処分予定です。あ、そうなの？はい。なんかもったいなくない？大丈夫？大丈夫です。すごいわね。実家のものの整理はしてんのに、私を呼ぶってどういうことだって。そうなんですよ。もちょっといろいろ事情があります。事情が？ちょっと大丈夫？じゃあ入りますね。はい、失礼します。なんか扉いっぱいあるんだこの家。こっちが洗面所。あ、洗面ね。お風呂ですね。大丈夫見て。大丈夫です。あら素敵じゃない。もう本当に絵に描いたようなハッピーファミリーみたいな。ね、でこれ収納じゃないの？こちらはトイレで、こっちが靴棚です。あ、収納はここにあるのね。はい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 。あら、なんかすごいスッキリしてて、ちゃんとしてるじゃないですか奥さん。何今日は？物は少しは減らしました。あ、そういうこはい、ちょっとなかなか手とぴで。と？手とぴなの？先生のお力を。大丈夫よ。できてるできてる。できてない。本当？ちょっと見ていただきたいです。あ、そう。じゃあ中入るわね。ここリビングね。あ、素敵。あら明るくていいお部屋じゃないですか。もう習った通りの整理収納みたいな感じでね。ただあれね、全部すっきりしてるけど、ここだけすっごい込み入ってるわね。どうしたここ？ちょっとカオスですね。あ、そうなの？右側が衣装ラックで、ほぼ死んでるので出しにくいっていう。いやちょっと何言ってるかよくわかんない。ちょっと待って。で、ここ誰が座ってんのいつも？私。あ、俺の場所？いや、そういうわけじゃないですけど、基本的にここら辺を中心に生活してるんで。これ、ちょっと待って。あれね、まあ私外観見ましたけど、まあまあでっかい家なのに、ここを中心にってずいぶん狭くないここ？なんでいろんな要素のものがどんどん集まってきて。いや集まってきてって虫みたいに言わないでいいですか。これ誰かが置いてるわけですからね。どうしてここだけ局地的になっちゃったの？何フグはバカなの？何どういうこと？普段使ってる上着とか抱っこ紐とか子供のものとかがそちらに置いてて、あと下の子が手が届いちゃったりするので、あと上に避難させたりとかしてる感じですかね。基本的に多分使ってるものと、あとは主人のちょっと一時置きみたいなものがある感じですね。分かった分かった。なんかこれは動いてないけど、ここは動いてて、動いてるものと動いてないものが混在してる感じね。いや、ここは動いてます。ここは動いてる。動いてます。はい、使ってる洋服。じゃあここは稼働してんだ。すごいだね、ここは稼働率が。なんか極端よね。すっからかんのところはすっからかんなのに、ここだけすごく局地的に稼働率を上げちゃってて。
なんかもう本当にワンルームで暮らしてるお家みたいになっちゃってるそんね。な感じです。で、洋服もそこの棚のところに、もう日常使いのものが。そうだからもうここだけで生活できてるっていうのがすごいわね。だから面倒くさがりなのね。というかその上におうクローゼットがあるんですけども、おうおう私たちのおうおうそこまで取りに行くおう余裕がない。なんで2階建て建てたんだよ。もう 2K でいいじゃんじゃあ 2K で。困ってここは困ってないの？ここ困ってます。困ってんのか。もうちょっとすっきりさせたいです。ああまあね。はい。古型式ってご存知だと思うんだけど、景色的にどうなのみたいな。あんまり良くないです。まあまあ悪いよね。で分かんないけど、ここに置く必要があるかどうかは他を見て考える私が、はい、ね。でここがリビングで、ここ洗濯も干すのね、いつも。そうですね、基本部屋干しなので。基本ね、はい、せっかくね素敵なのにいつもはここになんかぶら下がってるってことでしょ。そうですそうです。あれなの？奥さんが忙しいの？今は育休中なんですけど。なるほどね。はい、お嬢さんは何歳？今1歳です。1歳になって育休中で仕事は戻る予定がある。戻ります。はい。4月に戻ります。もう超キンキンじゃないですか。はい。なんかちょっと不安かなみたいな。そうですね。で上の子もいるので、おー上の子と2人毎日保育園に送り迎えと、まあその家事育児とかやっていくと回せていけるのかっていうのがちょっと不安で。そうね。上の子はおいくつなの？今3歳です。3歳と1歳ね。はい。もう3歳と1歳でこれだったらもう合格よ。そうね。3歳と1歳の子供がいつつ、家事もやり仕事もやりっつったら、そりゃ全部手の届くとこに置きたいわね。はい、そういうことよね。そういうことって言って。でも情報がないから、もうお父さんこれ持っていくのかよ仕事にみたいになっちゃうから。だからなんとなくここに置くと出かけるのにも近いからって言っていろいろ置いちゃってるってこと。はい。でもここにも収納あるじゃないですか。はい、ここもまあまあ何？死んでてもうね、生きてるところがあそこしかないっていうね。使ってはいるんですけども、あれよね。頑張ってんのね、お母さんね。すごい綺麗好きよね。でも、収納の仕方がわからないので、そう。とりあえず置いてるっていう。まあなんか意外と奥行きはあるのに狭いよね。そう。棚板が薄いのかな。だからなんかあんま入んないっていう大きさの割に。そうね。ここの使い方もよくここね、ここを稼働率上げないとダメよねって感じ。なのにちょっと弱いかな。隣もありますよ。ここすごいじゃない。和室。はい。ここ何？私が寝てんだ。みんなで寝てます。あ、ここじゃなくて？もうそれは卒業しあ、て。そうよね。これはもう卒業で、はい、こっちで寝てんのね。はい、お布団引いて。ここはあれなんだ、押し入れなんだ。はい。あ、見ていい？どうぞ。はい。すごいじゃん、奥さんも。ほんとちゃんとしてるじゃない。いやいや。お布団ここで2つ並べて4人で寝てるんですけど、はい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 。ちょっともう子供が大きくなって寝相も悪いので、ちょっと限界かなと。このスペースで4人並んで寝るのが。ああ、なるほどね。じゃあ何？ここで寝ないとしたらどっか寝ようと思ってるとこがあるの？寝室の場所を2階に移動したくて。あ、なるほどね。ここあれ洋服ありますよ。子供の洋服と、あとはちょっと私のパジャマとか。はい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 。ここはめちゃ稼働しててって話ね。そうですね。はい。基本的に稼働するものは1階に衣類収納があった方がいいっていう考え方よね。私たちが普段使うような衣類収納は、まあちょっと下に置いて、で、まあ子供の服はできれば下が良くて。そうよね。はい。でもちょっと食卓にあるのは違うかなっていうような気もするわね。そうですね。ここ離れてる理由がないもんね。でまあここで寝てしまっているので、私たちの服をそっちに置いてしまうと、布団が引くともうギチギチで。そうだから今さっき私が言ってるのは、ここで寝ることによってこの収納がさ、うまく使い切れない時があるんじゃないみたいな。そうですそうです。じゃあとりあえず1階は大きく問題があるような雰囲気ではなかったから、2階かな。はい、行ってみましょうか。はい。じゃあ2階に行くんですが、ここキッチンあるけどキッチンはあんまり問題はないの？いや、ちょっと悩んではいます。悩んではね。でもまあ綺麗よね。基本的には綺麗好きなんでしょ？多分嫌なんだよね。何が？換気扇がやばい。換気扇がね、お化け屋敷でなってる。すごいわね。なんか新築なのにここだけなんかね。まあこれはね大丈夫、取り替えれば。多分ね、ここにつけるもんじゃないと思う。なんかつけ方がちょっとね間違ってるかもしれない。ちょっとだってほら、なんか汚れを見せてる感じになっちゃうじゃない。
これはね、大丈夫よ。私が変えてあげることもできるし。なんかキッチンでなんか悩んでることは何？そちらの奥が一応パントリー。あ、ここね。はい。すごいね。まあいっぱい。ですけど、本当どこ開けてもさ、あんま入んないっていう。入居した当初なんか箱を本当揃えてやりたかったんですけども、なんかとりあえず段ボールとかでいいやと思って段ボールで入れてそのまま早4年みたいな感じで経って。でも見えてる方が楽よ。まあそうですね。先生がおっしゃってる私も透明の箱の方がいいなって思うんですけども、白い箱を否定してるっていうよりは、大体白い箱を使ってできない人っていうのは中すっからかんだったりするからそれ見えてないからなんだけど、これはこれでよくて、ただ私がこの収納で問題だと思うのは、なんか使い切れてないっていうか、すごい容量があるのにあんま入ってないよねっていう、その割になんかバーマー出てるっていうか、でこういったものが改善できればもうちょっとすっきりするじゃない。だってこれほら入りきれたら床に置いてありますよ、あなた。ワンタンがワンタン麺を入れようよ。はい。でここはね、食器だな。はい、そうです。ここはね、基本的に使ってるものが多いですね。いやもうそんなないわよ。だからそういう意味では結構数は絞ってるけれども、なんかもったいないんです、買うことが。そこやカトラリーですね。これはまあまあ綺麗です。はい。この下？下がもうぐっちゃぐちゃです。まあでもさ、膝下はいいんじゃないって感じもするけどね。本当はそこに上のお姉ちゃんのお菓子とかそういうの自分で取れるように置いてあげたらいいんですけど、思考で止まっている。でもさ、子供がここから先まで来るのは嫌だから、まあせめてここね。そこゴミなんですよね。あ、本当だ。じゃあ無理ね。だからどちらにしてもこっちの端まで入ってこなきゃいけないんだ。はい。上の子はもう割としっかりしてるので、危ないっていうことはやらないので。上の子って女の子なの？はい、女の子です。本当？よかったね、女の子。まあでも結構高いね、この上が。わ、すごいじゃん、あれが、ストックが。どんだけサランラップ好きなの？でも結構高いよ。私届かないんでしょ？はい。私でこんなギリギリってことは、何でも父ちゃんに取ってっていう感じじゃないこれ。すごいね、ホットプレートすごい高いところに置いたんだね。普段使わないので。そうよね、ちっちゃいうちは使わないからもうジーってなっちゃうから。はい。でもここら辺も棚だから、はい。まあいろいろ入れ替えれば使いやすくはなりそうね。すごいね、ここに食材入ってる。それストックです。もうすごいね、もうバレーボール選手じゃないんだから、ここにストックでもここに入れなさい、ここにいっぱい入れるとこあるんだから。だからうまく使い切れてないから、もうこれで限界ってしちゃってんのね。そうですね。でもあれよね、そんなに溢れるほど持ってないよね、物の量は。だと思うんですけど、例えば大きな荷物が届いた時、なんかお米とかそういう時に、そこの今ラーメン置いてあるところにドンドンドンっていう感じで置かれてしまって。これは何よ、これは。それが旦那のプロテインです。もう旦那あんなでっかいんだから床に置くのやめなさいよ。だったら親父のこっちでいいじゃないの、こんなあんなでっかいんだから。あれね、身長差結構あるよね。そうですね。逆父ちゃんのものは上でいいよ。だって父ちゃんこう全然楽勝だからね。180以上あるでしょ。ね。まあでもシーンはね、本当は普段はやらないんだけど、別なんだけどね、これはね、やるかやらないかは実はね、まなみさんが嫌だって言ったら帰るし、結局私はまなみの使用人みたいな。まなみさんにこうやってあれされてる。さあでももうすごいわよ。もう本当にあと30分で終わらせてねとかよく言われる。ということで2階に上がりましょう。はい、お願いします。すごいなんか声が響くね。やっぱ新しいお家だからいいね。またここにもたくさん扉がありますけど、どっから見ていけばいいのかな。まず左手側。一番左ね。はい。でもなんかここら辺にも収納があるじゃん。お、何ここ。意外と広い。すごい広い。何の部屋？ここはですね、一応寝室っていうくくりなんですけど、ちょっと待って、今出てるわけです。私が入ってきたのと違うところからしたよね。ここって2つの部屋になる予定？将来的には間仕切りはできるんですけど、間仕切る予定は今のところはないです。10畳以上あるよね。11畳ぐらいはあるかな。が今物置状態？そうですね。これもったいないじゃん。そうなんで、ここ
寝室にしたくて。ってことはさら地じゃないですか。そうなんです。なんですけど、ちょっと今このありさまで。おなり様だね、本当に。はい。あなた実家の片付けなんてやってる場合じゃないから、あなた。自分の家なんとかしなさいよ。で、そこはなんかちょっと今片付けをしてるので、子供が触らないように上に置いてるすごいゾーンで。片付けしてんのね、これね。で、これで、これはそのいらないものたち。ですね。途中なのはい、ね。そうです。もうすごいね、偉いね、奥さん。いや、そうですか、偉い。だって一人やってるんでしょ。まあ基本的には、はい。もう旦那はやんないんでしょ。まだこれでも大丈夫かな。そうよ、そうよ、だから何に悩んでるのって感じだけど、あれか、時間的でもうすぐあ、そうです、そう縮です。尺でそうですなんとかしなきゃみたいな。はい、今は結構動けるので、子供のもうサイズアウトしたものとか、いらないものを整理したくて、でそれがあってって感じです。まあそうね、だから結局さ、寄せられる部屋があるってことでさ、結局殺せばどうにかなるって感じだもんね。でもあれよ、なんでこんなに大きい場所をこんな仕分けするのに使うのよってぐらいね、ここにも収納結構あるけれども、ここにの見ても、あ、大丈夫です。お父さんのじゃん。あ、そっちが主人ので、あ、ここ全部で半分が私です。夫婦のはい衣類収納なんだ、ここは。はい。いいじゃん、すごいいっぱい入って。基本的には両親のここにあるって感じ。あ、そうです。うんはい。で、下の棚の一角にあるのは、日常的にうんもうすぐパッパって着れるようなものをあそこにへ詰め込んでる感あ、じ。なるほどね。で、ここは多分冬は稼働するかもしれないけど、そんなに普段はここから出し入れはしないんだ。そう、必要なものがあったら取りに行って、うんあそこの棚におう、ぶち込んでっていう感じ。なるほどね。わかりました。で、もう一つここにもある。はい。何も入って開いてんじゃないか。ない。はい。でもまだここら辺にあるものは必要なものとして取ってあるわけでしょ。いらないものもあったり、うんあとそうこれから子供のテーブルとかはい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 椅子とかになるもので、だから片付いたら置きたいんだあ、よね。そうですそうです。はいいやー、わかりました。もうここで寝たいんだから、はい。ここは一旦さら地でなんとかして、ここでゆっくり寝れれば下の押し入れ、はい収納、はい。もうもっとうまく稼働できるようになると思うから、それはすぐできるわよね。わかりました。はい。で、部屋はこれだけ？まだ奥に2部屋あります。この真ん中の部屋？はい、そうです。いい？はい見るわね。はい。あら、すごいわ。もうなんかスポーツマンがいっぱいする。ここは何？お父さんの部屋？今は主人のものが置いてあるんですけど、はいはいはパソコンしたり、いはいはい。もでもまあ夫のものが多いですかね。うそうね。あ、何？お父さんはお家で仕事する人なの？あ、いや違います。じゃあいつもここでいるわけじゃなくて、はい。まあとりあえずなんか必要な時にここに座ってなんかするみたいな。あ、そうですね。はい。ここはお父さんの部屋として使いたいんじゃないの？希望としてはうん子供たちを上で寝かしつけた後に、はい私がここでちょっと自分の好きな、うんことをしたりとかする部屋にしたいです。あ洗濯物を夜子供が寝た後に畳んだりうん。する部屋にし大人の書斎みたいなイメージかな。大人の書斎の割にはこのダンベルがすごいことになる。これはここがいいのね。まあそれはちょっと今あとこの最後の部屋でもいいかな。ラスト侍みたいに言わないで。じゃあ、まあ、とりあえずここはフリースペースみたいな感じでパソコンいじったりとか、家事もできるような感じでね。そうね、だからワークスペースみたいな感じで。そうですね。ああ、いいと思いますよ。ここは何か入ってんの？ここはですね、おうもう本当にもうちょっともうなんだよこれ、もうあそこにいっぱい出てるの全部しまえば片付くんじゃないの？もうね、何これ？まあ、子供の英語の教材と見ればわかるよ。いや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 、もったいないよね。完璧主義者でしょ。一個一個やってるからもう仕事が始まっちゃうのに終わらないみたいな。ちま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 やってるんですけど、そうなんです。全然片付かなくて。ほらもう子供が泣いてるから早く帰るわよ。これが最後の部屋ね。はい、そうです。はい。何これ？物置です。もうすごいよ、もうこの家の一番奥に自転車ってさ、ここで乗ってんの？いや違う、それはまあ乗りたいとは思いつつなかなか。いやいやいや、ここにあったら乗れないっていう。まあそうですね。かといってまあ外に置いとくとまあうん錆びちゃったりするので。そうねそうね。あ、じゃあちょっと今はちょっと乗れるような時間のゆとりがなくてまあそうですね寄せちゃってるのね。
この部屋はどんな部屋にしたいの？いずれ将来的には子供部屋、今この部屋とさっきのダンベルが置いてる部屋、将来的には子供部屋なんですけど、そっか、個室が2つあってだだっ広いのが1つあるから、個室一つ一つを子供部屋にして、大きいところは夫婦の就寝室にしたいなっていうのが夢ね。最終的な最終的にはね、だけど今はまだ小さいので、そうね、ここはいわゆる物を寄せる部屋もういろんなとこに寄せちゃってるからさ、いやもったいないでしょ。泣いちゃうよね。そうだからもう早く帰れってことね。そうよ、何かやろうと思ってもさね、すぐ泣くしさ、すぐにご飯食べたいとかお菓子食べたいとかなるから、ほらもう風呂の中こんな感じよ。もう大体一緒、もう見なくても分かる。ここを今は使わないものを置いて、旦那がトレーニングできる部屋、ダンベルもうここにちょっと移したいです。ひどいわよ、あなた。旦那まで寄せようとしてません、あなた。私もね、ここにチャリンコがあるんだったら、ここパパのスペースにした方がいいんじゃないって思ったの、最初に。でもあなたがここに物を寄せるとか余計な情報を入れるから、あ、じゃあそれはないのかなと思ったら、やっぱりお父さんも寄せましょうってさ。そもそもそこは旦那の場所だったり、私がゆっくりできる場所って。だから子供が結構夜泣きをまだするので、寝た時にすぐそばで駆けつけられるように隣の部屋にね、ゆっくりできるようにしたいのね。でもさ、旦那の場所もゆっくりできるようにした方がいいわよ。それを真ん中で兼用にして。いやでもダンベルどうすんの、ダンベル。でもダンベルはあそこの部屋に置きたくない。わかるわよ。だからうまく折り合いをつけるためにも、こっちはやっぱりある程度パパがトレーニングしやすい環境にはした方がいいわよ。いいですか？何でも寄せりゃ古型式だと思ったら大間違い。収納がうまく使い切れてないだけですごく物が出てしまってるから、やっぱり今動いてないものは一回収納の中にインオペだと思う。ここでダンベルやる分には私はこの自転車出しっぱなしでもいいと思う。景色的にもやっぱりここで運動したいって気になるような雰囲気にさせたりとか、そこはそこでワークしやすいような環境にするっていうだけでもう全然部屋って変わるんで、でそれが全部の部屋がやりきってないから私はなんかイライラしてるわけのわかんない実家の片付けまで行っちゃうんだよ。小さい子供2人を抱えて仕事に行きたいんでしょ、そのためにはやっぱスタートラインをしっかり作って、ずーっとあそこやんなきゃって思ってる気持ちが嫌なんでしょ。そうです。もうね、私の視聴者からね、いろいろ言われるわよ。あそこはここに持ってけばいいとか、あれはこう、言うのは簡単なのよ。それを2人の子供を抱えながら1日やったところで大したことじゃないっていうのは私もよくわかるから。だからうちを使ってまるっと物の移動をして、そして用意どんで仕事に行きたいってことだよね。全部代弁してくれました。そうです。はい、そうです。なんでこんなに喋るかって言ったら子供が泣くからよ。私だってあなたにどうしたいのか聞きたいけどさ、もうさこんだけ泣いてたらぐずってさ、私だって全部それを要約するしかなかったの。すいません。でも大丈夫、復職が不安にならないように、物の移動一斉の背でやればいいんだよね。この家がまるっと片付いた景色が見たいね。見たいです。分かった。お父さん的には何かある？結局スペースはあるんですけれども、ここに収めちゃうともう後がもう取り返しのつかないことになりそうなんで、どうしようってなってるのがずっと続いちゃってるんで。収納の中に仕組みが弱いから入れちゃったところで積み上がるだけで、それが多分嫌なのかなっていうのがあるから、ある程度考えなきゃいけないなって思うけど、スタートはしなきゃいけないんだから。仕事の期日は決まってる中で一回諦めるのも手よ。私はこれで帰るんですけど、私を信じて、希望を持って頑張ってやりましょうね。はい、ありがとうございます。何、実家のお母さんが病気なの？あ、そうです。もう結構何年も4、5年前突然倒れて、くも膜下出血になって、で今はちょっと脳の障害が残ってる。じゃあ孫が生まれる前ってこと？あ、そうですね。上のお姉ちゃんが生まれて、生まれる前、そうです。大変。ちょっと父も仕事してるので、疲労困憊で今育休で動けるうちに、他の兄弟は？お姉ちゃんとお兄ちゃんがいます。手伝ってくれないの？ちょっと遠くに離れて、私が一番近いんですよ。もう復職もあって親の実家の問題もあって、こんな小さい2人の子供が抱えてて、あなたほんと大変ね。いや
いや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 、明るいよね。ダメよ、ちゃんとそういう話ははっきり言わないと。すいません。もう本当に。なんで実家のものがちょっとあります。そういうことね。いやでもほら、もう働くって決めてるし、やっぱこの子たちを中心に物事考えた方がいいから、ね、いろいろ大変かもしれないけど、応援するから、頑張って。はい、ありがとうございます。じゃあ、作業の日まで、はい、ちょっといろいろ考えてる。はい、ということで、この家のママは家事や育児に加えて実家の問題も抱えながら片付けを頑張っていましたが、どう収納していいのか分からず悩んでいました。ということで、次回の週末ビフォーアフターは1階の景色を生まれ変わらせるべく大改造してまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。チャンネル登録お願いします。いいねコメントもお待ちしてます。はい、勝った